さて、今回はベアリングを分離することによっていろいろと新しいことができたので紹介しようと思います。ベアリングの分離に役立つのがこの大きなオブジェクトの挙動です。描画範囲を超えるとこのように非表示になるだけでなく物理判定もなくなります。この現象を利用して遊ぶために石に細い木の棒をたくさんつけた長いオブジェクトを作りました。このオブジェクトの重心は奥の石のところにあるので、オブジェクトの描画範囲を中から小に切り替えると、このように先端が目の前にあるにもかかわらず非表示にすることができます。ではここにベアリングを2つ結合してみましょう。最後の1個は乗せるだけです。描画範囲を小にすると結合されていたベアリングは外輪が消え軸だけになりました。乗せていただけのベアリングはただ地面に落ちただけです。この分離された軸をその辺に投げ捨てて描画範囲を元に戻すと、このように瞬時に戻ってきます。ではこの分離できた軸をその辺のオブジェクトに貼り付けて表示を元に戻したらどうなるか試してみましょう。描画範囲と演算範囲を中にすると、たった数フレームで石が飛んできました。ではこれを応用して大きな岩を移動させてみましょう。対になる外輪を目的地の地面に固定します。そして表示範囲と演算範囲を最大にして少し移動すると、移動成功です。今度は木の棒の両端に分離したベアリングの軸と外輪がついているオブジェクトを作ってみます。せっかくなのできれいに一直線になるように作ってみました。このように引き離されていてもベアリングの軸と外輪の間では電気や熱が伝達するので、このように無線で光らせたりすることができます。次にこの棒を43トンの岩に貼り付けます。そして反対側に適当なオブジェクトを貼り付けると大きく動きました。反対側に貼り付けると反対向きに動くので、このように貼り付ける側を選べば自由に物を動かすことができます。また地面に向かう方向に力を加えると跳ね返ってこのような大岩でも
地面から跳ね上がります。では、もっと角度をきつくすると、大災害です。このように大きな岩も自由に動かすことができるので、岩同士をぶつけて砕いたりするのにも使えます。また、ゴム板などを組み合わせて、プレイヤー側に力が返ってくるようにしてやると、よく飛びます。ベアリングの分離はこのように装飾として電気を飛ばしたり、大きな荷物を運ぶのにも便利なので、皆さんもぜひ試してみてください。それではまた。